お茶とひとときのコーナーを担当する侍茶人です。今日はお湯の温度の冷まし方によってお茶の味に影響があるのかどうかっていうのを調べてみます。皆さん、玉露飲んでますか？玉露ってお湯を冷まして入れると1煎目美味しくなります。で、お湯を冷ますっていうのはいろんなやり方があると思うんですよ。こちら、そのまま熱いお湯を一つの茶碗に入れたまま置いております。だいたい8分置いていた状態で50度まで冷めました。でも時間かかりすぎますよね。なのでいろんなお湯の温度の冷まし方実験します。まずは茶碗に注いで、そして移し替える。この移し替えることでお湯の温度っていうのを冷ましてみます。何度か移し替えるとね、温度が下がるのが早くなると思うんですよ。今度はこのステンレス製のですね器に入れ替えて、こう移し替えて冷ましてみます。こうやってちょっと今こぼれましたねでちょっとね高いところから注ぐことでお湯の温度、冷めるスピードが速くなると思うんですよ。今度はお湯を注いでですね、そこに湯冷ましをした水、この水を加えます。そうすることでお湯の温度を強制的に下げる、こういうやり方もやってみます。もう一つ、お湯を注ぎ、そこに水を足し、その上で移し替える。こうすると一番早くお湯の温度っていうのは冷めると思います。これが多分一番早いんですけども、そうすると味っていうのは変わるんでしょうか？では実験してみましょう。そのまま直接茶碗に注いで何も動かさずに待っていた状態。今だいたい注いでから14分過ぎました。14分過ぎた状態で見てると43度くらいですね。で、茶碗だけで移し替えて冷ましたものですね。こちらは53度くらいですね。10度くらい差まだあります。ステンレス製の容器を使って何度も移し替えた。もう50度ですね。50度を切るくらい。水を足しただけっていうものも50度ちょっとですね。そして水を足して移し替えた。40度近くなってるかな。同じくらいですね。この端と端は同じくらいの温度になってますね。では注いでみます。すべて同じ玉露ですね。これで味が変わるんでしょうか？多少ね、この真ん中の3つはお湯の温度が少し高め、50度前後ですねになっていた状態で、この両端が40度近く冷ましているということで、味の出方の違いっていうのは若干違いは出るかもしれません。でもこちらからこちらに移るにつれて、その温度まで冷ます時間っていうのが一気に短くなっていってます。私としてはこの短い時間で冷ましたお湯、それで入れたお茶がそのまま何もせずに冷めた状態になるお茶と同じような味わいであればいいと思うんですよ。
もしかしたらまた違う味わいが出てくるかもしれません。それもちょっと興味深いんですけども、じゃあちょっと蓋をしてですね、注ぐ準備やっていきましょう。では注ぎます。さあ出来上がりました。では早速いただきましょう。まずはそのままですね、茶碗に注いだだけでお湯の温度が自然に40度くらいまで下がったものを入れたお茶を飲みます。玉露ですね。いただきます。甘みがね、口の中にふわっと広がって、すごくまったりとして美味しいですね。ではお茶碗を、2つですね、陶器の茶碗で移し替えてお湯の温度を冷ました玉露を飲みます。こちらは結構ね、濃く出てますね。でこれはお湯の量が少なかったのとお湯の温度が若干高かったっていうのは影響してますが、お茶の味の方向性っていうのは全く変わってません。それではこちらステンレスの容器で冷ましたもので入れた玉露です。味わいっていうのは一緒ですね。すっきりとした、どうなんだ、違うんか。若干薄めに出てるような気もしますね。その空気が入った分、そういう薄めになってるのかもしれません。ではこちら水を足した、ものですね。湯冷ましをした水を足してお湯の温度を冷ましたもので、玉露を入れた分ですね。別に味は水っぽくなったりとかそういう変化はあまり感じられませんね。別に悪くないですね。で最後に水を入れて、湯冷ましした水を入れて、そして、ステンレスの容器で移し替えて急速に冷ましたお湯ですね。で入れた玉露です。違いはあるのかどうかって言われるとね、正直わからないですね。これはそのままのものですね。で水を足して入れたもの、若干水を足した方が色合いの出方が薄いのかな。水を足したって言っても同じお湯で一回沸騰させたものを湯冷まししてるので、お湯のもの自体は変わらないと思うんですよね。でその水を足しただけのものですね。それとこれはそのまま何もしなかったもの、足しただけのものの方が色が濃く見えますね。これは多分お湯の温度が高いっていうのが一番の原因だと思います。ちょっと薄めに感じますね。ただこれはお湯の量の問題のような気がするな。そしてこちら、水を足さずにですね、ステンレスの容器でそのまま移し替えたものですね。これもそのままのものに比べて色合いが濃いですが、これもお湯の温度が、若干10度くらい高かったっていうのが一番の、原因だと思います。違いはでもほんまに分からんな。でこれは陶器の器だけで移し替えて入れたものですね。これが一番濃いんですよね、色合い的に。味もしっかり、玉露の味
旨味甘みっていうのを感じられます。それとともに渋みも若干感じられるんですよ。でこれはお湯の温度が高かった、まあ高いって言っても50度近くですが、もう50度くらいだったその10度くらいの違いだと思いますね。だからどうだろうな、これしばらく経って見てると色合いでは透明感は全くそのままの状態で置いていたものと、このステンレスの容器で移し替えたものが同じくらいの透明感で、色合いも、水を足してステンレスの容器で移し替えたものですね、もうすごく透明感があっていいですね。濃さはこの2つが若干感じられますが、やっぱりこれはお湯の温度の違いだと思います。この飲み比べて分かるという違いっていうのは、そんなにないなぁ。ということはつまり、急速に冷ましてもお茶は美味しく出るっていうことだと思うんですよ。ただすごく細かく言うと、そのまま入れた方が若干濃く感じるんですよ。でそれは何かっていうと、多分こちら側から注いだので、結果的にここの一番最後の部分が、最後にお湯を注いだ分、お茶が出る時間っていうのが若干短いんですよね。その差だと思いますね。なるほど、面白いです。まあ10分もね、お湯冷ますのに時間かかるのを待てないっていう人は、いろんな方法でお湯を冷まして入れても全く問題ないですね。それよりも大事なのはお湯の温度、入れる時のお湯の温度っていうのを何度くらいにするかっていうので、お茶の味っていうのは随分変わってくるような気がします。はい、なかなかね、想像してた通りの結果に近いものだと思うんですけども、面白かったです。やっぱりこれ湯冷ましした水じゃなくて違う水とかを足すとまた味わいっていうのが変わってくると思うんですよ。やっぱりお湯っていうのは一度、沸騰させて、それから冷ますっていうのが基本なので、そこは守った方がいいと思うんですけれども、それをまた変えてくるとお茶の味わいっていうのはまた違ったものになるかもしれないなっていうのをちょっと感じました。面白いですね。はい、皆さんも興味があったら一度やってみていただくことをお勧めします。以上、お茶とひとときのコーナーでした。まもなく9時になります。